こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はほんのちょっとしたことでも軽く見ない方が良いという話をしてみます。ほんのちょっとしたことで大したことではないと思われても軽く見て馬鹿にしない方がいいです。ほんのちょっとしたことをその都度こまめにやって大切にしていけばやがて大きなものに積み上がります。今回はこのことがテーマです。ほんのちょっとしたことはそれ自体はやってもやらなくてもほぼ何も変わりはないです。でもそのちょっとしたことを機会があるたびにこまめにやる習慣があれば、長期的には驚くほど大きなものになります。大したことがないからと軽く見ないで、多少面倒であってもその都度こまめにやる方がいいです。子育てをしていた頃、強く感じたことがありました。子供に何かを教えるためにまとまった時間をわざわざ確保するよりも、何かが起きたとき、その都度小さなレッスンを子供にさせてあげた方がずっと楽に多くのことを教えてあげれると感じました。例えば部屋の電球が切れたとき、親が自分でささっと取り替えれば時間もかからず楽にできます。でもこんな機会に子供を呼んで電球の取り替え方を教えてあげれば、その時にはちょっと面倒でも子供はやり方を学ぶことができます。その後、電球が切れた時には、子供は自分でやりたがり、率先して手伝ってくれることになります。小さな何かが起きた時、その都度ちょっと面倒でも教えてあげる習慣がつけば、楽に子供にいろいろなことを教えられます。子供も自分でできるようになれば自信がつきます。親の立場でもその後は子供に手伝ってもらえるようになり、楽することができます。ウィンウィンシチュエーションではないでしょうか。その時はちょっとめんどくささがあっても、こまめに子供に教えるようにしていれば、その子供は何も教えない親の子供よりずっとできる子供に成長します。親がちゃちゃっとやってしまえば、その時は楽で簡単です。そんなちっぽけなことだから、教えても教えなくても別に大した変わりはないだろうと思うかもしれません。でも、機会があるごとに子供に教える親のこと、そうすることはない親のことでは、徐々に差がついてゆき、その差はある日大きなものになります。面倒だからといって子供にその都度教えることがなければ、いざという時子供はできません。その時初めて子供に教えなければと思って、そのための時間を作る必要が出てきます。これはもっと大変なことであり、大きな負担になります。小さな機会があった時には、その小さな機会を大切にして、子供に教えてあげることは、とてもいいことだと思いました。健康のためのエクササイズについても、似たようなことが言えます。最近ちょっと太り気味で健康のために体重を落とした方がいいと思うときに、スポーツジムに行き運動することを考える人は多いです。でもこんな場合にもちょっとしたことを大切に守れば、ジムに行くのと同じような効果を得られます。例えば、エスカレーターやエレベーターがあっても、それらを使用することはなく、常に階段により上り下りすることです。駐車場で車を止める際には、できるだけ入り口付近に止めようとはせず、ちょっと離れた場所に車を止めて、少しだけでも歩くよう努めることです。室内では椅子を見つければ、すぐに座ることはやめて、意識して立つようにすることです。家の中でもこまめに動き回り、家事をするよう心がければ、長期間のうちにはかなり大きなものに積み上がります。階段で行くのかエスカレーターにするのか、一回一回は大した違いはないでしょう。
しかし常に歩くよう努めて、できるだけ座ることなく立つようにしていれば、週2回わざわざ時間をとってジムに行く必要もなく、楽に健康増進をすることも可能です。ジムに行くとなれば、ジムに行くための往復の時間もかかります。着替えをしたり、運動後にはシャワーを浴びたりすれば、1回行くのにでもかなり時間が取られます。仕事が忙しくなれば、わざわざジムに行くための時間を取るのもなかなか困難であり、行かなくなってしまいます。そんなことよりも、日々の小さなエクササイズの機会を存分に活用して、毎日ほんの小さなことをしていた方がずっと楽だし、長続きもしやすいです。時々不思議に思うことがあります。ジムの駐車場では入り口付近にたくさん車が止まっています。なるべく入り口付近に車を止めたいからといい、駐車場争いをする姿も見られます。健康増進のためにジムに行くのなら、少し遠くに車を止めて入り口まで歩いてもいいのではないかと思ってしまいます。誰かと待ち合わせをする場合にも、予約を取ってどこかへ行く場合にも、私は時間に余裕を持っていくようにしています。そうすれば自分が遅れることもなく、友人の貴重な時間を無駄にしなくても済みます。予約に遅れることもないから安心です。でも余裕を持つ分、目的地には早く着きすぎて、時間が余ってしまうこともしばしばです。こんな時、私はその周辺を歩くことにしています。たった5分でも、たった10分でも、余った時間をウォーキングに使えば、これだけでも良い運動になります。いつもこのような姿勢でいれば、1日に歩く歩数もかなり増えて、足も体も鍛えられます。日本に住んでいた頃、受験勉強のために、駅で電車を待っている時間や、電車の中で過ごす隙間時間には、単語帳を見たり、本を読んだりしていました。試験勉強のためにわざわざ長い時間を取らなくても、小さな隙間時間をちょくちょく利用することで、かなりたくさんのことを暗記できたし、学ぶこともできたと思います。これと全く同じことを日常生活にも取り入れて、ほんのちょっとした小さなことを大切にする習慣をつけるといいです。その一つ一つは本当に小さなことで大したことではありません。やってもやらなくても何も変わらないような気がします。しかし小さなことを軽く見ないで、その都度こまめにやる習慣があれば、これが驚くほど大きなものに積み上がります。ちょっとしたことでも常にそれをやることで小さなことがびっくりするほど大きくなります。こんなにも大きく発展したかと自分でも感心できるほどです。ほんのちょっとを馬鹿にすることなく大切にすれば、近い将来自分が得することもたくさんあります。ほんのちょっとを軽く見るのはやめましょう。その時々でこまめにやり、小さな機会を利用して、楽に大きなものを積み上げていきましょう。ということで、今回はほんのちょっとしたことでも軽く見ない方がいいというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。